はい、皆さんこんにちは。よしアートチャンネルへようこそ。よしのりです。今回の動画は遠近法を徹底解説します。ところで皆さん、遠近法というとどんなイメージをお持ちですか？なんだか難しそうとか、理解するのがめんどくさい、あるいは別に遠近法なんかね、知らなくたって絵が描けるじゃないか、そう思っている方もいるかもしれません。確かにそうです。遠近法を使ったからといって、あるいは使わなかったからといって、その絵の良さが決まるわけではありません。ただこれだけははっきり言えます。遠近法を使わないのであれば使わない、遠近法を使うのであれば数多くある遠近法の中でどの種類の遠近法を使うのか、これをはっきりさせて書くことが大切です。今回の動画で遠近法をしっかりと理解してください。その上でどの遠近法が自分の絵に必要なのか、あるいは必要ないのかを判断して使ってください。動画の中ではどのような絵にどの遠近法が最も合っているのかも詳しく説明します。というわけで、このよしアートチャンネル、楽しく自分のペースで絵を描きたい方のために画材の使い方、それから絵の描き方などさまざまなアートな情報をお届けしています。興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。それから高評価、コメントもいただけるととても嬉しいです。今回の動画では透視図法による遠近法、これを説明します。まずはこちらの画像をご覧ください。これキューブパズルです。立方体なので全ての面は正方形で、縦と横に線が入っています。その線の角度あるいは間隔によって面の方向がとても分かりやすく見えます。というわけで最初の遠近法はこれです。これはキューブパズルの一点透視図法的な写真です。何が的なのかは後ほど詳しく説明します。ではこの立方体のそれぞれの辺がどうなっているのかを見てみましょう。水色の線が辺を表しています。赤い面は正方形で、縦の辺は垂直、横の辺は水平です。黄色の面は左右の辺が奥に向かってだんだん狭くなっています。辺だけにしました。上の面の左右の辺をずっと伸ばすと遠くで一点に収束しているように見えます。次に立方体の見えない部分の辺を緑色の線で描きました。テーブルに接している下の面の左右の辺を伸ばしても同じ一点に収束します。この点を消失点と言います。つまり平行であるすべての辺が1個の消失点に収束するのが一点透視図法です。ピンク色の線は水平線です。キューブパズルが置かれたテーブルが水平なので、消失点は水平線上だと言えます。水平線のことをアイレベルということもありますが、正確には水平線とアイレベルは違うものです。どう違うのかというと、
水平なテーブルにキューブが置かれています。それを見ている人がいるとします。その人にはキューブがこんな感じで見えています。アイレベルです。キューブのそれぞれの辺の高さです。すべての矢印はどこまで行っても平行のままですが、キューブの辺は遠くの消失点で収束しています。アイレベルはキューブの辺より上でしたが、消失点ではその差は無視できます。なので水平線とアイレベルは同じという考え方です。ここに消失点があるということで、名前はそんなに重要ではないのですが、僕は絵を描くときにはアイレベルを決めてからそこに向かうように遠近法で形を描く方がしっくりくるので、アイレベル派です。絵を描く人のアイレベルに消失点があり、そこに辺を延長した線が向かっていくように形態を描くのが、いわゆる透視図法による遠近法です。果てしなく続く線路などはまさに一点透視図法。室内空間の表現にも適しています。柱や天井などは垂直と水平です。ダヴィンチ作受胎告知。一点透視図法で書かれています。建物の柱などは垂直と水平です。右下にあるテーブルを見てください。線だけにしました。左側の面が見えていますね。画面の中心より右にずれて3つの面が見える位置にあっても同じ消失点です。手前の面の辺が垂直と水平なのも同じです。だから一点透視図法。でもちょっと待ってください。このテーブルですけど、立方体の3つの面が見えている場合、手前の辺って実際水平に見えていたでしょうか？赤と黄色の2つの面しか見えていません。手前の赤い面の辺は垂直と水平ですね。3つの面が見えるようにしましょう。水平の辺がなくなりました。ということで、二点透視図法的な写真です。辺の見え方です。辺だけだとこうなります。辺を延長した線が左右2方向に伸びています。アイレベル上にある消失点が2つになりました。
これが二点透視図法です。ここで注意してほしいのが、縦の辺はやはり垂直だということです。消失点はキューブの置かれた向きによって水平なアイレベル上を左右に移動します。建物です。左右の消失点は画面の外です。縦の形は垂直です。エッシャー作滝。青い線は徐々に間隔が狭くなりつつ左右の消失点に向かいます。縦の形は垂直です。さて、次の透視図法の説明ですが、勘のいい方は分かっているかと思いますが、この写真、二点透視とはちょっと違います。分かりますか？縦の辺が下に向かって間隔が狭くなっています。こうすると分かりやすいですね。縦の辺が下に向かって間隔が狭くなり、一点に収束しています。消失点が3つになりました。故に3点透視図法です。3つ目の消失点は水平のアイレベルに対しキューブの中心を通る垂直線の先です。1点透視、2点透視の縦の辺がどちらも垂直なのに対し、3点透視では縦の辺は消失点で収束します。2点透視の建物とは違い、縦の形は上空の消失点に向かって収束しています。ビルの大きさがわかりますね。二点透視の時の建物の写真は縦の形は垂直でした。これが二点透視。これが三点透視です。三点透視は建物の高さ、大きさがより強調されている感じです。エッシャー作上昇と下降。青い線はアイレベル上の左右の消失点に収束しています。黄色い線は3つ目の消失点に向かって収束しています。
3点投資で建物の大きなスケール感が表現されていますね。ところで、なぜこちらは2点投資でこちらは3点投資なのでしょうか。これはあくまでも個人的な解釈ですが、この作品は滝があるので2点投資なのだと思います。もしこの作品が3点投資だったら、滝の水が画面下側の中央に向かって斜めに落ちるようになります。水は垂直に落ちるということを経験上知っている我々は、斜めに落ちる滝の水に違和感を感じてしまうのではないでしょうか。だからエッシャーは滝というこの作品を2点投資にしたのだと思います。ちなみにエッシャーは1点投資の作品もあります。エッシャー作もう一つの世界。1点投資は室内の様子を描くのに適しているとお伝えしましたが、見事に室内が表現されていますね。皆さんも透視図法のそれぞれの特徴を理解した上で、自分の描きたい絵の内容や狙いによってどの透視図法が適しているのかを考えて選んでください。それだけで皆さんの絵のクオリティが上がるはずです。次にセザンヌ作リンゴとオレンジ。いろいろな視点から見たモチーフが同時に描かれています。キリコ作通りの神秘と優秀。小出典がバラバラですね。吉典作時の狭間で。吉典作サンクチュアリー聖域。僕の描く絵も遠近法をあえて使わなかったりします。3つの透視図法おさらいしましょう。まずは1点透視。正面の赤い面は辺が垂直と水平ですが、黄色い面は左右の辺が奥に向かって間隔が狭くなっています。黄色い面の辺を伸ばすと一つの小出典に収束します。アイレベルです。次に2点透視。
縦の辺はすべて垂直のままですが、横の辺は手前の角から左右斜め上へと向かいます。なのでアイレベル上の消失点が2つになります。最後は3点通しです。縦の辺が下に行くほど間隔が狭くなっていますね。キューブを見下ろしているので、縦方向にも遠近法を適用させたからです。なので消失点は3つになります。縦の辺はキューブの中心から真下に向かって収束します。ところでキューブから消失点ってかなり離れていますよね。実際に絵を描いてみると、消失点は画面の外にある場合がほとんどです。となると、画面の外にある消失点を想定しつつ辺の角度を描くことになります。これが遠近法で一番厄介なことですよね。でも人が描く絵なので多少の狂いや誤差はあって当然です。その誤差が見た感じでわからなければ問題ないです。見た感じ OK にするためには遠近法の特性を理解した上で書き分ける必要があります。ところで動画の最初ほにゃらら点通し的って言ったのを覚えていますか？実はこの3枚の写真3点通しだけがカメラで撮影したそのままの画像で、1点通しと2点通しは縦の辺を垂直に見せるため画像を加工しています。なぜそんなことをしたかというと、キューブ全体に均等かつ平行に刻まれた溝は面の方向と縮小する様子を視覚的に伝えるのに適していると考えたので、皆さんには写真でお見せしたかったからです。ちょっとこじつけかもしれませんが、人に何かを伝えるために画像を加工するのって絵を描くときに工夫するのとなんだか似てるなぁと感じつつ作業をしていました。まあちょっと話がそれましたが、この3枚の写真それぞれの違いと特徴を比較しやすいとは思います。はい、いかがでしたでしょうか。繰り返しになりますが、遠近法を使う使わないは皆さんの自由です。ただもし使うのであれば、今回の動画で紹介した透視図法による遠近法、その中で1点透視なのか2点透視なのか、はたまた3点透視なのか、これをしっかりと選択して使ってください。ここが重要なポイントです。ということで今回の動画は以上です。皆さんご視聴ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。